皆さんこんにちは。クラフトサイトです。今回は iPhone SE2 の液晶パネルの交換の様子を紹介いたします。実はこれメルカリで買ったジャンク品で、液晶パネルにプラッグが入っています。それからですね、実はすでに Amazon で買った液晶パネルに一度交換したんですが、誤動作したので返品した経緯があります。気を取り直してアリエクで評価の高い液晶パネルを買って2回目の挑戦になります。値段は約2700円で、発注から約2週間ほどで届きました。液晶パネルはこの白い発泡スチロールの中にありまして、外に工具が貼り付けてあります。これがビニールの袋に入った状態で届きました。なんか工場に部品が届いたようなそんな感じですよね。液晶パネルの他に防水用のシール、保護用ガラス、それからスマホ本体用のケースですが、このケースは柔らかすぎて使えそうにありませんでした。それでは早速作業に入ります。まず星型のビス2本を外します。次に吸盤でパネルを引き上げながら、プラスチックのヘラで、隙間をこじ開けていきます。こじ開ける位置に合わせて吸盤の位置も移動しながら、あまり深く差し込むと、フレキケーブルに傷を入れてしまうので注意が必要です。液晶パネルが浮いたら開いていきますが、倒れないように何かのボトルなどで押さえるのがいいと思います。液晶パネルから伸びているフレキケーブルのコネクターの上にある金属カバーを外します。中央から少し右側にあるカバーです。最初にバッテリーのコネクターを外します。続いて一番左にある金属カバーを外します。液晶パネルを分離するために3つのコネクターを外します。次に液晶パネルに固定されているアルミのシールド板を移植する必要があります。6つのビスが側面にあります。特殊な形状のビスで通常のプラスではなく付属されている Y 字のドライバーを使います。これが舐めやすいので注意が必要です。ここで気が変わって、先にスピーカーとインカメラ部分を外すことにしました。こちらはプラスドライバーを使います。フレキケーブルが両面テープで止まっているので、傷をつけないように注意して外します。先端の尖っているプラスチックのツールを使いました。少しずつ剥がしていきます。タッチ ID 用ボタンを外しにかかります。こちらはまた Y 字のビスになります。コネクターが一つあって外しにくいので注意が必要です。ボタンの前に先ほどのシールド板を完全に取り外すことにしました。フレキケーブルと両面テープで固定されているので剥がします。最後にボタンを取り外します。それでは新しい液晶パネルに移植していきます。ボタンを表側から入れて位置を調整してビスで固定していきます。上下両端のビスはシールド板と友締めになっているので後で取り付けます。中央の2本のビスを固定したらシールド板を取り付けていきます。シールド板を固定する際に2つのフレキケーブルの位置がずれているのでテープで押さえてコネクターのついている部分の位置が揃うように固定します。この部分で上下の2つのフレキケーブルを揃えます。フレキケーブルを押さえながらシールド板を取り付けて Y 字のビスで固定していきます。シールド板を固定する Y 字のビスは側面に6個、タッチ ID ボタンの上下に2個あります。先ほども言いましたが、
Y 字のビスも工具の方も舐めやすいので、あまり強く締めすぎないように注意が必要です。それからですね、このビスはとても小さいので、机の下に落としてしまうと、探すのに大変苦労するので、落とさないようにしましょう。次にインカメラのついているフレキケーブルを固定して、スピーカーを乗せて、その上から金属カバーで押さえて、ビスで固定していきます。この時に、ビスの長さが位置によって異なるので、間違わないように固定していきましょう。インカメラやスピーカーが浮いていないか、ずれていないか確認しながらビスで固定します。移植が済んだら、防水用シールは貼り付けずに、配線だけして動作を確認します。ご覧の通り表示も正常です。タッチパネルの動作も正常です。ここで今回使った液晶パネルは正規の部品ではないため、トゥルートーンが機能していないことが分かります。なので、元の液晶パネルからデータをコピーするために V1S というツールを使うことにします。これもアリエクで買ったものなんですけれども、もしかするとジャンク品でない程度のいいものを買ったのと、あまり合計金額が変わらないかもしれません。この V1S に元の液晶パネルをつないで、読み込みボタンを押すとデータが取り込まれます。そして液晶パネルを入れ替えて取り込んだデータを書き込みます。データの移行が済んだら、いよいよ防水用シールを貼り付けて液晶パネルを固定していきます。あらかじめパーツクリーナーで古い防水用シールはきれいに取り除いてあります。液晶パネルにつながっているフレキケーブルのコネクタ3つを接続してから、バッテリーのコネクタを接続します。そして2つの金属カバーをビスで固定していきます。ここで動作を確認します。トゥルートーンが正常に機能しているか確認します。正常に動作しています。両面テープがしっかりくっつくように押さえて、最後に星型のビス2本を取り付けて完成です。液晶パネルとデータをコピーするためのツールを合計2万円弱で買って、正常に動作しなかったらどうしようかと思いましたが、なんとか正常に動作してよかったと思います。これでクラックが気にならずに使っていけます。
参考にされる方はご自身の責任において実施してください。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。